愛してる。恋人から告げられるその言葉が全てあなたを利用するためだったら。2025年6月29日、ブラジルサンパウロ州ホルトランジア。やっと着いた。もうすぐエンリケに会える。バスから降り立ったその少女は、この町から200キロ離れたモコカ市で暮らす女子学生ニコーリ・フェルナンダ・ポジェレ。彼女がこのホルトランジア市までやってきたのは、長期休暇を祖父の家で過ごすため。そしてもう一つ理由がありました。実はこの町にはニコーリが遠距離恋愛をしている恋人エンリケが暮らしているのです。もともと幼馴染だったものの、ニコーリが引っ越して以来長く会えない時間を過ごしていた2人。それでも思い合っていたニコーリとエンリケは頻繁にビデオ通話をつなぎ、愛を確かめ合っていました。愛しい彼との再会に胸を高鳴らせるニコーリ。彼女は思いもしませんでした。自分がこの後両手両足を切断され池に沈められてしまうなどとは。恋人との再会を心待ちにする少女を襲った残酷なバラバラ殺人。なぜ恋人は遠路はるばるやってきた少女に手をかけたのか。その少年にとって彼女の存在は愛を確かめるための道具にしか過ぎなかったんです。おつおつけんちゃんです。いやー、みやびかね。というわけで、やめごさんね、ちょっと僕最近ね、大学の時の親友が倒れちゃって、ベトナムで倒れたと。ね、私の知り合いでもある。夜の23時ぐらいに連絡もらって、もう翌朝の7時の便に乗ってね、ベトナムに行ったんですけど、結果助かりましたと、一命を取り留めたんですけど、思ったのが、年齢もさ、そんな変わんないわけでね、今回助かったけど、人間っていつ死ぬかわからんなと。だから、ふとした時に自分の人生の時間を何に使ってるかっていうのをちゃんと見直そうと思って、エッセンシャル思考っていう本が僕すごい好きで何回も読んでるんですけど、その中に書いてあるのが、人間が死んだ時にアンケートを取ってよく聞くのが、人の期待に応える人生だった。でも本当は自分のやりたいことをすればよかったっていう声がめっちゃ多いんだって。なんか俺らもさ、例外じゃなくて、アルゴメントリーのケンちゃんはこうだよね、ヤミコちゃんはこうだよねっていうさ、偶像期待、期待かわかんないですけど、多分無意識で演じてる自分もいると思うんだよ。本当はもっとさ、堕落した下劣なさ、下品なさ、最悪な人間じゃん俺らって。もう全く否定しない。私は人間じゃないけど。まあ礼儀は大事よ、生きていく上でね。ただなんかもっといい意味でわがままになって自分の時間を大事にしようっていうのを今回の経験ですごい思って。皆さんもね、今なんかこう繰り返してると思うんですよ。で、それが悪いことじゃん。日々のささやかな幸せとかもいいんですけど、なんかこれって本当は自分のやりたくないことだな、みたいなことがあったら、ぜひね、ちょっと見直したりとか一歩踏み出してほしいなっていうのがまあ僕の今回のメッセージなんですけど、もしね、そういった悩みとかあればね、コメント欄で書いてもらえると、同じ悩み持ってる人とかアドバイスくれる人もいるかもしれないので、ぜひね、お願いします。今回ご紹介するのは2025年7月にブラジルで起きた殺人事件について。遠距離恋愛中の恋人に会うため200キロもの道のりをやってきた14歳の少女がバラバラ殺人の被害者になってしまったのです。えげつなさすぎる。何その純情をもてあそんだかのようなさ、ほんと悲惨すぎる話ね。あまりにも痛ましい事件なんですけど、恋人との再会を心待ちにしていた少女は思いもよらないタイミングでその悲劇に見舞われてしまうんです。少女の行方。2025年7月12日、ブラジルサンパウロ州ホルトランジア。それじゃあ行ってくるね。14日には帰るから。そう言って祖父の家を嬉しそうに出て行った少女の名はニコーリ・フェルナンダ・ポジェレ。彼女はもともとこのホルトランジア市で暮らしていましたが、現在は遠く200キロ離れたモコカ市在住。そしてニコーリには以前暮らしていたこの町で幼馴染として育った恋人がいました。彼女は長く遠距離恋愛をしていたその恋人エンリケに会うため、夏休みを利用して祖父の家に滞在していたのです。二人の関係は家族公認。祖父も恋人に会いに行く孫娘の姿を微笑ましそうに見送りました。しかしそれから2日が経ち、ニコーリが戻る予定の7月14日のこと。おかしい。ニコーリはどうしたんだ。その日、ニコーリは祖父の家へ一向に帰らず、いくら連絡しても応じようとしませんでした。不安になった祖父は彼女と会っていたはずの恋人エンリケの家へ向かうのですが、ニコーリ？確かにうちに来たけど、別れ話をしたらすぐに出て行ったよ。何があったかは知らないな。なんとエンリケの話では、ニコーリは彼の家へ訪ねてきた7月12日にはもうその家を去っていたというのです。ならなぜ家へ帰ってこないんだ。振られたショックで早まったことをしていなければいいが。胸騒ぎを覚えた祖父はすぐに警察へ失踪届を提出しました。14歳って思春期って言われる多感な年頃でしょ、それで200キロも離れた恋人に会いに行った上で振られるなんて、もうこれ以上のショックないんじゃないの？ショックなのは確かにそうなんですけど、ただそれで姿を消したっていうのは本当なんでしょうか。
これ警察が捜査を進めると、とてもそうは思えない事実が発覚していくんです。ニコーリの失踪から6日後の7月18日の午後、警察は祖父から提供された彼女の衣服を使い警察犬による捜査を開始しました。そしてそれは捜査開始から約3時間半後のこと。なんだ、ビニールシート？警察犬に引かれてジャルディン・アマンダ地区の公園へやってきた捜査員は、その中の池で青いビニールシートに包まれた何かが沈んでいるのを見つけます。捜査員たちは水面からわずかに突き出していたそのビニールシートを引き上げると、その中身を確認しました。するとその中からは両手両足を切断された少女の遺体が出てきたのです。胴体と頭部のみになった遺体はシーツとビニールシートに包まれ、石をくくりつけられた状態で池に沈められていました。遺体は腐敗による損傷が激しかったものの、身につけていた所持品などから行方不明になっていたニコーリのものと断定されたのです。ニコーリは失恋のショックから飛び出していったわけでしょ、それがなんでこんな状態で見つかるわけよ。本当に常軌を逸した犯行ですよね。実は遺体には犯人の正体を示唆するあるメッセージが隠されていたんです。狙う者たち。四肢を切断され池に沈められていたニコーリの遺体。何度も殴打されたであろう頭部には脳に達するほどの外傷が認められ、その顔は見る影もないほどに腫れ上がっていました。さらに胴体には複数の刺し傷や切り傷が。そして何より奇妙だったのは、背中にナイフで文字が刻まれていたこと。 PCC だと。遺体の背中に刻まれていた PCC という文字はブラジルの犯罪組織首都第一コマンドの頭文字を取ったもの。さらにこの PCC に関して気になる情報が飛び込んでくるのです。それはニコーリの遺体が発見される直前、彼氏のエンリケまでもが行方不明になっているということ。彼は失踪前、家族に対して PCC に関する不可解な発言を残しているというのです。時は遡り、遺体発見前日の7月17日、エンリケの祖母のもとに一本の電話が入りました。あら、エンリケ、どうしたの？孫からの久しぶりの電話に思わず頬を緩める祖母。しかし彼女に対しエンリケの反応は対照的でした。 PCC の連中に殺される、助けてくれ！電話越しに緊迫した様子で叫ぶエンリケ。彼は恋人のニコーリと PCC に関わりがあり、彼氏である自分も命を狙われていると話します。孫の悲痛な訴えを聞いた祖母は気が気ではなく、旅先から約5時間かけてエンリケのもとへ車を走らせました。指定された場所で待っていたのはエンリケと彼より少し年下に見える少女。もう大丈夫だ。エンリケは共に車内に乗り込んだ少女の肩に手を回し、安心させるようにそう囁きました。ニコーリの遺体に刻まれた PCC という犯罪組織のイニシャルと、その組織に追われていると話していたエンリケ。その事実からニコーリの死はカップルが犯罪組織に狙われた末の悲劇のようにも思えます。しかし警察はすでに気づいていました。偽装工作だな。 PCC の連中がこんな稚拙なアピールをするはずがない。そう、殺人が犯罪組織の仕業だとすれば、わざわざ足がつくようなメッセージを遺体に刻むメリットがないのです。確かに言われてみればね、犯罪なんてこそこそやってさ、バレないようにするってのが普通にある犯罪だとは思うけど、こうやって組織の名前を遺体に刻むだなんて、そんな目立つことやる？普通やんないですよね。そんな映画とかそういう世界の話じゃないですか。うん、ただね、こんな子供じみた犯行をする人っていうのはやっぱり一人しかいないんですよ。遺体に刻まれた PCC の文字が単なる偽装工作だと察した警察は、捜査対象を彼氏のエンリケに絞り自宅を捜索。するとその家にはニコーリの所持品が残されており、リビングやバスルームには血痕が。また付近の防犯カメラにはエンリケが手押し車を押し、自宅から500メートルの場所にある遺体発見現場の公園から戻ってくる姿も捉えられていました。警察はその映像を遺体遺棄直後のものと判断。遺体発見から2日後の7月20日、ホルトランジアから700キロ離れたパラナ州の祖母の自宅に身を潜めていたエンリケを逮捕するのです。そして逮捕に際してエンリケは予想外の供述をしました。仕方なかったんだ。だってニコーリは俺たちを殺そうとしたんだ。ニコーリがエンリケを殺そうとしたなんてさ、200キロも離れた遠距離恋愛の彼氏に会いに来たわけでしょ、殺そうってなんないじゃない普通、ニコーリがエンリケの家を訪れた日に2人の間に何かトラブルがあったんじゃないかと言われているんです。果たしてなぜエンリケは大切な恋人に手をかけてしまったのか。愛する人のため。2025年7月12日、ニコーリはその家のインターフォンを鳴らした。しばらくしてドアが開かれると、彼女の表情はより一層明るくなった。エンリケ、会いたかったわ。ニコーリ、久しぶりだね。さあ入って。
玄関へ姿を現したエンリケはいつもビデオ通話で見ていたのと変わらない笑顔でニコーリを迎え入れる。ニコーリは彼の背中を追って軽い足取りでその家の中へ歩みを進めていった。しかし、誰？リビングへたどり着いた瞬間、ニコーリの表情は凍りついた。そこでは自分と同じ年頃の少女が鬼の形相でこちらを睨みつけていた。あんたにエンリケは渡さない。敵意に満ちた声でそう告げる少女を前に、ニコーリは全く状況を理解できずにいた。少女の手には鈍く光る包丁が。動揺するニコーリをよそに彼女はじりじりと詰め寄ってくる。助けてエンリケ！ニコーリは彼氏のエンリケの方へ向き直り、その体へ必死に手を伸ばすが、触るなよ、気持ち悪い。エンリケは冷たい声でそう言い放つと、ニコーリの手を振り払った。そして彼は隠し持っていたハンマーをニコーリめがけて思い切り振り下ろした。ここまで動画をご覧の皆さんは、エンリケが犯罪組織に追われていると祖母に助けを求め車で逃亡したことを覚えているでしょうか。その時彼は一人の少女を連れていました。その少女の名はエブリン。ニコーリがエンリケの家を訪ねてきた際、その場に居合わせて包丁を向けてきたエンリケの新しい彼女でした。新しい彼女？遠距離恋愛してたんじゃなかったの、ニコーリと。これね、本当に胸くそ悪い話なんですけど、ニコーリはエンリケに利用されていただけなんです。エンリケとエブリンが交際し始めたのは事件から約2年前のこと。遠距離恋愛で二股がバレないのをいいことに、エンリケはニコーリとの関係を保ったまま今カノのエブリンとの仲を深めていきました。そして今カノのエブリンは病的に嫉妬深い性格の少女。過去には嫉妬のあまりナイフを持って彼氏のエンリケを追い回したこともあったといいます。実はエンリケがニコーリを騙して遠距離恋愛を続けていたのは、エブリンのその性格も考えてのことだったのです。ニコーリのことを知ったらエブリンはきっとすごいやきもちを焼くぞ。そう、エンリケはエブリンの激しい嫉妬に嫌気がさすどころか、自分に強く執着するその姿に快感すら覚えていました。挙句エブリンが望むならニコーリを殺すなどと言い出す始末。エンリケは今カノのエブリンをさらに自分に夢中にさせるため、元カノニコーリという共通の敵を作り出したのです。彼女が自分に嫉妬することに快感を覚えるってもうキモいわよ。より夢中にさせるために元カノを殺すって、殺したら元も子もないじゃない。言ってる意味がわかんないわよ。どういうことなの？このエンリケの異常な思考っていうのは、マキャベリアニズムっていう性格特性が影響しているんです。というわけで本日のメトラキーワード、マキャベリアニズムについて。マキャベリアニズムとは、自分の目的のために他者を操作し利用する傾向が強い性格を意味する心理学用語。その語源はイタリアの政治思想家ニッコロ・マキャベッリ。彼の著書「君主論」が目的のためには手段を選ばないという考えに基づく内容であることからその名が付けられています。マキャベリアニズムの主な特徴は、自己中心性、搾取的行動、共感性の欠如の3つ。今カノのエブリンを嫉妬させることに快感を覚え、元カノのニコーリを騙した挙句に殺害する。自己中心的でニコーリの気持ちをみじんも考えず彼女を搾取し続けたエンリケのその行動は、マキャベリアニズムの特徴3つが揃った典型例と言えます。マキャベリアニズムは遺伝的要因や虐待、ネグレクトなど環境的要因が複雑に絡み合って生まれる性格特性。エンリケの母親には前科があったといい、その遺伝的環境的な要因も彼の性格に関係している可能性があるのです。エンリケはニコーリと彼女の親族の前では紳士的に振る舞っていましたが、それも全て演技。他人に見られていない場所での彼の行動にはマキャベリアニズムの性質が如実に現れていました。エンリケの父親曰く、彼は虚言癖がひどく、家族ですら嘘か本当かわからない発言を繰り返していたといいます。さらには猫を虐待し殺害した過去も。まだ幼い頃からエンリケは到底健全な少年とは呼べない性格を隠し持っていたのです。そしてニコーリがエンリケと久しぶりの再会にやってきた2025年7月12日、彼は今カノのエブリンと共にニコーリを殺害。遺体の状態からエンリケとエブリンは何度もニコーリに刃物を突き立てていたとみられます。その後2人は電動ノコギリを使って四肢を切断。最後はバラバラになった遺体を近隣の公園の池に沈めたのです。要は2人の愛の証明みたいな感じでさ、元カノを2人で殺して越に行ってたってことでしょ。人の命なんだと思ってんのよ。殺人を犯して警察に追われる身になって、そこから愛を語っても何の説得力もないんですよ。逮捕後の取り調べにおいてエンリケは正当防衛を主張。
俺とエブリンが一緒にいるところを見たニコーリが嫉妬してナイフで襲いかかってきたんだ。それでエブリンがニコーリを刺してしまって。エブリンもエンリケに同調するように私が刺したと供述。2人はあくまで突発的な正当防衛だと話しますが、複数の刺し傷と暴行の形跡を残した遺体の状態はその言い分と大きく矛盾していました。さらにエンリケとエブリンは SNS でもニコーリの殺害をほのめかしていたため、警察は犯行を計画的なものと判断。今カノのエブリンがニコーリを刺したという話も、罪を逃れたいエンリケにエブリンが盲目的に従った結果ではないかと考えられています。2人はその後サンパウロ州カンピーナスの施設に送られ、45日間の暫定的な収容が決定されました。そして今回の事件で何より物議を醸しているのは、あまりに残虐な殺人に及んだエンリケとエブリンが少年法で守られていること。ブラジルでは残虐な犯罪を犯したとしても、未成年には最長で3年の少年院収容の処分が下されるにとどまります。退院後は前科さえも残らないその処分に対し、現在市民の間では法改正と厳罰化を求める声が高まっているのです。実際エンリケとエブリンは自分たちは未成年だから刑務所には行かないと理解した上で犯行に及んだともされています。それが事実であれば、少年法は犯罪の抑止どころか未成年に犯罪の免罪符を与えることにさえなりかねません。少年法は本来子供の人権を守り、過ちを正して社会復帰を助けるために存在します。しかしこのような事件を前にしては、その存在意義をもう一度考え直す必要性を感じずにはいられません。あなたは未来ある若者の構成を信じますか？それとも凶悪犯罪を犯した未成年は成人と同様に厳罰を科すべきだと思いますか？おっさっすというわけでね、みほさんね、はい。ちょっとみんなにね、募集したいことがあってね、はいはいお時間いただくんですけど、恵比寿にシュメルというね、シーシャバーをね、7月にね、オープンしましてね、いろんな視聴者さんとかね、いろんな視聴者さんじゃないお客様も含めてご来店いただいたんですけど、ドリンクとかね、スイーツを強化したいなっていうことで、あら素敵。ドリンクに関してはバーテンダーの方、うんそしてスイーツに関してはパティシエの方っていうのをね、ぜひね、視聴者さんからね、応募できればなっていうところでね、今回ね、お声掛けさせていただきました。まあ、このね、シーシャバーシュメルっていうのはアンティークの内装をね、元にジャズの音楽を聴きながらシーシャを吸えるっていうね、古城で紡ぐ時の旅っていうのがコンセプトのシーシャバーなんですけど、そこに合うようなね、スイーツだったりとか、ドリンクっていうのをね、一緒にね、僕と考えられるような方がね、いればね、ぜひね、お力をね、貸していただきたいなと思います。もちろんね、ボランティアとかじゃなくてね、ちゃんと仕事としてね、ご依頼したいので、普段そういったことをしている人とか、そういった活動はしないけど、普段パティシエだよとか、バーテンだよみたいな方でね、ドリンクぜひ協力したいよっていう方いらっしゃいましたらね、概要欄もしくは固定コメントのね、募集のところからね、ぜひね、応募いただければと思います。